皆さんこんにちは、のらんです。今日はちょっとお洋服ではないんですけれども、リラックマではなくてこちらね、ソファーを作りたいなというふうに思います。これは既製品というか、このリラックマとセットで売ってたソファーで、これね結構ドールにも使えて可愛いんですよね。ぬいぐるみソファーっていう感じですけどね。ソファーってやっぱいろいろ使い勝手がいいし、ドールをね、もちろん遊ぶにもいいし、ディスプレイとしてドールを飾るのにもソファーってすごく便利じゃないですか。なのでね、ソファーは作りたいなというふうに思って、でこのチャンネルのすんごい初期に作ったことはあるんですけれども、もう何年も前ですし、もう材料もね当時のものはないですし、ちょっとあれ以来結局多分作ってないと思いますので、久々にちょっとソファーを作ってみようかなというふうに思います。今回はもう最近すごいこの型紙多用してますけども、リカちゃん着世界ソーイングブックの2、こちらにねソファーの作り方載ってますので、こちらのソファーを作っていきたいと思います。で材料は、100均で買ってきました。全部ねこれはセリアです。ちょっとどこのセリアにもあるかっていうとわかんないですけど、まずメラニンスポンジ、これがソファーのねベースになるやつですね。でサイズが今回買ったやつが厚みが 2.7 センチで長さ25、横が 13.8 ってことで、実はねこの型紙本に載っているサイズだと多分ねちょっとね高さが足りないんですよ。確か29だっけな、いるって書いてあって、他の厚みと幅は良かったんですけどね、ちょっとね高さが足りないので、もう一個買うべきなのか、ちょっと背もたれとかを低くして対処するか、頑張れば取れるのか、ちょっとやってみないとわかんないんですけども、一旦ちょっとこれという感じです。布カットクロスもこれ100均で買ってきました。足りるのかな、何にも考えずにソファーにいいかなって思って買ってきたんですけど、一応今回買ってきたのが 70×70 センチのカットクロスです。足りそうな気はしますけどね。ただちょっと布の方向の目があるやつなので、これちぐはぐだとかっこ悪いので、ちょっと取り方によっちゃ足りないのかもしれないんですけど、ちょっとあんま考えずに買ってきました。であと本当は竹ひごがいって、これ家にある竹ひごなんですけど、これがね本来足に使うんですが、これだとちょっとさすがに細すぎるんですよね。3ミリしかないので、一応カタログ上では5ミリの竹ひごって書いてあったんですが、ちょっと100均にはねこれしかなかった。これはねちなみにダイソーで買ってるんですけど、なのでホームセンターでダボを買うか、太い竹ひごを探すか、ちょっとこれは検討します。最悪足なしソファーでもいいのかなって気はしんでもないんですけどね。あとはボール紙ですね。これ一応ちょっと別件でも使いたかったので買ったんですけど、ここまでの量いらないので、別にこれは家にあるボール紙でいいのかなっていう気はします。はい、以上の材料ですね。これねうまくいけばね実質300円ぐらいで、そうだ、それで思い出した。あとボンドも買ってますので、ボンドとカットクロスとメラニンスポンジですね。で厚紙は家にある材料と、あとはダボはあってもなくてもいいかなってとこで、実質300円で作れちゃうのでいいですよね。なのでちょっと今回はねソファーをチャレンジしてみたいと思います。はい、完成しました。今日はねオビツ制服計画の上村いりちゃんにまずは座ってもらってますけれども、こんな感じになりましたね。久々の今回工作系というかね、お洋服ではないものを作ったんですけれども、ちょっと一回全体を見ていただこうかな。こんな感じですね。パッと見はいい感じになったんじゃないかなというふうに思います。結構ね本格的ですよね。この座面の部分も2個重なってて、この手すりの部分もねこのよくあるおしゃれな形で、
座面もこういうねちょっとゴージャスな感じになってるので、非常にこう見栄えがいい一人掛けソファーが出来上がったかなというふうに思います。で、今回もともとご紹介してた100均のカットクロスを使う予定だったんですけれども、ちょっと布が足りない不安もあったのと、私のちょっと娘たちがね一緒に同じものを作りたいというちょっと要望もあったので、ちょっとフォーマットを同じものにした方がいいかなと思って、いわゆるよくある普通の100均のカットクロスを2枚使いました。35×25 だっけなぐらいのほんとよく売ってるタイプのカットクロスです。で、多分さすがにそれだと1枚じゃ足りないなと思って、実際作ってみたらやっぱ1枚では足りなかったので2枚使ってます。で、あとこのメラニンスポンジの部分も1個ではやっぱ足りなかったので、結果としては2個いりました。なのでご紹介したやつだとメラニンスポンジを2つとカットクロスを2つ材料としては必要になってきます。で、あとは材料ではご紹介しなかったんですが、この座面の部分とこの背中の部分にキルト綿でいいのかな、布っぽくなってる綿って言うと変ですけどあるじゃないですか。キルトの中に入ってるのを薄く平べったくなってる綿みたいなやつを入れてますので、それも追加で買ってきてます。それはね、大塚屋で買ってメートル290円ぐらいだっけな。なんでそんなに買わなかったので、20センチぐらいしか買わなかったので60円ぐらいで済んだ記憶があります。なんで材料としては一応そういう感じですね。で、作ってみた感想としては割とこれはこれでね大変でしたね。ミシンを使わないので正直ちょっと舐めてたというか、もうちょっと楽にいくかなって思ったんですが、意外と大変でした。なんでちゃんと丁寧に作るならば、まず日数をかけた方がいい。ちゃんと乾いて次の工程に行くとか、あと切る作業と貼る作業は別の日にするとか、最後この椅子の形でしっかり固めるのにはやっぱ1日置いてね乾燥した方がいいかなとかあるので、日にちに余裕がいるなっていうことと、あとは例えばこの布のね貼り合わせのところとか多少アイロンを使ってしっかり綺麗に折り目をつけた方がやりやすいなというのとか、結構作ってみてお洋服とはまた違うね気を使う点っていうのをいくつも感じました。いやでも出来栄えとしてはいいですよね。ちょっとルルコちゃんで座らせてみますけど、まさに6分の1サイズで、本当はね型紙本としてはリカちゃんですけど、こういう関節がある子の方が断然それっぽくなるので、もうルルコとかマジぴったりって感じのサイズ感ですね。ももこさんでもいいんじゃないかな。いいですね。ももこだとまたこういうねちょっとゴージャスなソファーとか合いますよね。こうちょっとちゃんと膝掛けにね手を終えて、いいんじゃないですか。おしゃれですね。いいと思います。一応ちなみに娘たちが作ったソファーもご紹介するんですけれども、これが10歳の女の子が作ったものです。で、これが7歳の女の子が作ったものです。パッと見ね、うまくできんじゃんって感じなんですけど、いやもう半分以上私がやったので、これをね子供一人の手とかちょっと手を手伝う程度とかではちょっと難しいかなと思うので、やっぱり基本的には大人の方向けの作業なのかなというふうに思います。特にやっぱりこのメラニンスポンジがカッターで削るので、やっぱちっちゃい子だと難しいかなというふうに思います。あとは、この長女が作ったやつなんですけど、この布がなんていうんだろうな、ちょっと多分化繊が入ってて綿 100% ではおそらくない布なんですよ。これも100均のカットクロスではあるんですけど、ちょっと生地が違って、でこういう、いわゆるシワが入りにくいタイプの布だと作りにくいです。すごく作りにくかったです。こういうカーブの部分はカットしてボンドで細かく貼ってくんですけど、どうしても剥がれてきちゃうんですよね。折り目が綺麗につかなくて、この座面の部分もなかなか折りたたむのに
苦労したので、布はねやっぱ最初作る時はもういわゆるごく普通の綿 100% の布がいいんじゃないかなというふうに思いました。いやでも今回すごく楽しかったですね。久々にこういうお洋服じゃないものを作って、これはねまたディスプレイに使ったりとか、ちょっとした写真撮影なんかにねこういうソファーっていうのは重宝しますので、これはすごくね作ってみて楽しかったですし、一回作ればいろいろコツもつかめますし、例えばじゃあちょっと大きくして2人掛けの椅子にしようかなみたいなこともできると思うので、ぜひね一回作るとこう制作の幅は広がるのかなというふうに思いました。私も今回ので割とコツというかねポイントみたいなのは感じたので、またなんか自分のお家のフォーマットに合った柄だったりサイズだったりっていうので作ってみてもいいかなと思いますし、例えばじゃあこれをちょっとちっちゃくしてねオビツ11サイズにしたりとかも楽しいかなというふうに思います。今回はリカちゃん着せ替えソーイングブックの2巻からソファーを作りました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。